皆さんこんにちは。素晴らしい紅葉を見ながら現在秋田県の乳頭温泉郷へ向かっています。今回は日本を代表する秘湯、秋田県乳頭温泉郷鶴の湯をご紹介します。乳頭温泉郷は十和田八幡平国立公園内に点在する温泉の総称で、300年以上の歴史があるとされ、鶴の湯、田江の湯、ガニ場、大釜、孫六、黒湯、旧家村の7つの湯宿が知られています。鶴の湯は秘境感や泉質など温泉の原点ともいえる魅力いっぱいの宿で、国内海外問わず多くの方が訪れるまさに温泉の聖地となっています。今回は紅葉ピークの時期、予約がなかなか取れない本陣一番のお部屋へ宿泊しました。紅葉の絶景、ひなびたお部屋、いろりでの食事などまさに感動の宿泊でした。この動画では素晴らしい泉質のお風呂を中心にお部屋、施設、食事など鶴の湯の魅力を余すところなくご紹介します。見どころたっぷりの動画となっていますので、ぜひチャンネル登録の上じっくりとご覧ください。右に見える看板は鶴の湯の別館山の宿の入り口。山の宿については別の動画でご紹介していますので、ぜひ合わせてご覧ください。山の宿を過ぎるとお僧侶がなくなりオフロードとなります。オフロードをゆっくり走ること約10分、鶴の湯に到着しました。さあ、ここからが温泉の聖地の入り口です。ぜひじっくりとご覧ください。鶴の湯温泉は乳頭温泉郷では最も歴史のある宿で、1638年秋田藩主であった佐竹義孝が訪れた記録が残っています。マタギが湯で傷を癒している鶴の姿を見つけたことから鶴の湯と名付けられたとされています。こちらが正門です。それにしても今回の紅葉は最高ですね。部屋数は全34、築年の異なる複数の棟に分かれており、それぞれ宿泊料金が決まっています。まずは江戸時代幕府の役人が宿泊したとされる本陣をご紹介します。本陣は門を入ってすぐ左にあり、鶴の湯を訪れる人がまず最初に目にするであろう建物です。石造りの土台の上に建てられたかやぶき屋根と黒塗りの長屋造りの建物が本陣です。一見して非常に歴史を感じる本陣ですが、江戸時代の伝統的建造物を模して明治時代初期に建て替えられたものです。本陣は2010年に登録有形文化財に指定されました。本陣は1番から7番まであり、客室は1番から5番、6番、7番は食事処となっています。今回宿泊したのはこちらの本陣1番。なかなか予約の取れない人気の客室です。本陣の向かいには2号館と3号館があります。2号館、3号館それぞれ入り口があり、中でつながっています。こちらは3号館の入り口。こちらは湯治棟という安めの設定となっています。湯治棟といっても炊事場はありません。鶴の湯は全室が2食付きとなっています。こちらは2号館の入り口。2号館、3号館は2階建てになっています。入ってすぐに休憩所があり、日帰り客も利用可能です。自販機はこちらにのみ設置されています。こちらには客室があり、奥は3号館とつながっています。
こちらは離れ本陣 JR のバックツアー自温泉専用の部屋となっています。こちらは事務所、フロントと売店があります。こちらがフロント前の売店です。こちらが秘湯熊笹シャンプー、鶴の湯ジャージーアイス、鶴の湯名物の鶴まん、これはおすすめですよ。こちらはドリンクコーナー、流水で冷えていますね。橋を渡った川の向こうには屋外のお風呂が並んでいます。お風呂は後ほどたっぷりとご紹介します。この門の奥は宿泊者専用スペース、1号館新本陣東本陣があります。こちらは1号館の入り口、階段を上ると新本陣があります。宿泊者専用のお風呂はいずれもこちらの棟にあります。この長い廊下の突き当たりには東本陣があります。廊下の左側には大広間があり、お食事処となっています。こちらが東本陣、最も新しいお部屋です。鶴の湯のお部屋について少し解説をします。鶴の湯のお部屋は全34室。トイレがついているお部屋とついていないお部屋があります。また、お風呂、エアコン、テレビ、冷蔵庫はありません。本陣にはいろりとトイレがついています。離れ本陣も同様です。2号館3号館は6畳または8畳の一間のお部屋で、トイレは共用。1号館はトイレは共用、食事はお部屋食となっています。新本陣は昭和62年、東本陣は平成元年建築で、どちらも5部屋ずつ、鶴の湯では最もハイグレードなお部屋です。こちらは鶴の湯の宿泊費。リーズナブルな料金も鶴の湯の魅力の一つですね。鶴の湯は基本電話予約のみとなっており、6ヶ月前の1日7時に予約受付開始です。日本人を守る会と JR 東日本のパックツアー自温泉からはネット予約も可能です。チェックインの後はお風呂を説明いただき、お部屋へ案内してもらいました。お部屋の番号は指定できませんので、当日になって初めて一番のお部屋ということが分かりました。はい、こちらが今回泊まる本陣の1というお部屋になります。さあ、どんなお部屋なのか行ってみたいと思います。こちらがね、本陣の1というお部屋になります。鶴の湯の一番人気の部屋ということになります。非常に古い雰囲気、もう本当に個人的にこの雰囲気最高に好きですね。そしてこちらのね、特に本陣の1に関しては壁の木に関してそのままのね、昔のものを使っているというのが一つの特徴で、さらにもう一つこちらの広縁のような、ちょっと今はね入りにくいんですけども、こちらの広縁のようなスペースがあるのが本陣の1の特徴ということになってます。ちょっとね細かく見ていきたいと思いますけども、まずこちらは靴箱になってますね。そしてこちらのお部屋の特徴ですけども、鍵がないんですよね。それでこちらの棒をこちらのここに引っ掛けてですね、鍵の代わりにするという、なかなか昔のお屋敷そのまんまという感じになってます。
こちらの窓からね、鶴の湯の正面とね、それから、正面の道ですね、それが見える窓ということになってます。本陣の特徴の一つはこちらのいろりですね。いろり自体はね、こんな感じの小さめのいろりですけども、しっかりと上の方には鍵もついていて、非常に雰囲気いいですよね。そしてね、なんとこちらのいろりで後で夕食をお部屋でいただけるということです。そちらもね、後ほどしっかりとお見せしたいと思いますので、ぜひ楽しみにしていてください。そしてお部屋全体はね、こんな感じになっています。全体でね、12畳の和室の一間ということになってますね。そしてこちらにはね、テーブルがあって座布団があると。それからこちらね、鶴の折り紙と、こちらはお茶菓子ですね。こちらのお茶菓子はね、鶴の湯オリジナルのね、お茶菓子ということになります。あとこちらにはお茶器のセットですよね。こちらにはね、ハンガーがありますので、クローゼットはないんですけども、服をかけたりすることはできるということですね。あとはね、コンセントは2口しっかりと用意されてます。そしてこちらにはね、トイレと洗面があるんですけども、こちらの本陣のお部屋、基本的に鶴の湯のね、お部屋はお風呂付きのお部屋はないので、こちらの本陣のお部屋にはね、お風呂はないということで、こちらがまず洗面になりますね。洗面はやはりね、かなりシンプルな感じの洗面で、こちらに石鹸とね、それからグラスがあるぐらいですね。それからこちらにはトイレがあるんですけども、トイレはね、こんな感じのウォシュレット付きの一般的なトイレということになってます。あとはね、こちらに押し入れがありまして、こんな感じでね、布団があるんですけども、押し入れの中にこういった形で浴衣ですね、浴衣と、それからこちら羽織ですね、上に着る羽織ということになります。あとはこちらのフェイスタオル、鶴の湯というロゴがしっかりと入ってます。こちらは歯ブラシですね。あとはバスタオルがありました。あとね、お風呂に持っていけるような小さなバッグがね、用意されてます。そしてあとはね、こちらにストーブあります。もう今10月で紅葉の時期なんですけども、結構朝はね、冷えてきて、もう本当に0度近くなりますので、ストーブはありがたいですよね。あとね、一つちょっと気がつくのは、エアコンがないんですよね。ですので、夏の期間はね、それほど暑くはならないとはいえ、夏はね、自然のままで過ごすということになりますね。それでね、こちらのご案内ですけども、まず電話はね、公衆電話は2号館の入り口にあるということですね。そしてお風呂はね、24時間利用できるということになってます。で、宇宙だけね、シャワー施設があるということになってますね。あとは売店ですけども、この売店がね、なんと朝7時から22時までやってるということで、フロント前にあるのでね、遅めにやってるのかなというふうに思いますね。あと自販機ですけども、2号館にあります。で、結構ね、数もたくさんあって、あと値段も安めですので、これもなかなかいいかなというふうに思います。それからね、本陣にはね、お部屋食ということになります。で、夕食はお部屋に持ってきてもらいますけども、朝食に関しては本陣の6番か7番でいただくということになってます。それからね、ドライヤーですね。ドライヤーはフロントで借りるか、あるいは自分で持ってきてもね、いいのかなというふうに思います。で、ドライヤーに関しては宿泊者用の大浴場、そこだけは設置されているということみたいですね。あと貴重品はね、フロントで預かってもらうのがいいのかなというふうに思いますね。それからね、こちらの人を守る会のスタンプ、こちらももちろん押してもらうことができます。こちらはスタンプ10個で、スタンプをもらったお風呂どこかに1泊無料で泊まることができるというとてもお得なスタンプ状になってます。もしね、今まで集めていなかったという方は、この鶴の湯からね、始めてみるのもね、いいかもしれません。フロントに行けばスタンプ帳もらえると思いますので、ぜひ集め始めてみてはどうでしょうか。それからね、お部屋で Wi-Fi が使えます。Wi-Fi の通信速度ね、38Mbps ありますので、十分かなと
この山奥でね Wi-Fi が使えるのはとてもありがたいですよね。それでWi-Fi に関しては結構外でもねつながりますので、この鶴の湯の敷地内であればある程度つながるのかなというふうに思います。あと携帯の電波ですけども、周りにはねドコモの通信局しかないみたいですんで、おそらくドコモ以外はつながらないんじゃないかなというふうに思いますので、その辺は注意した方がいいかもしれませんね。ということで鶴の湯温泉本陣一番のお部屋でしたけれども、いかがでしたでしょうか。お風呂をご紹介します。まずは宿泊者のみが入ることができる屋内のお風呂からご紹介します。屋内のお風呂は貸切露天風呂、貸切内湯2つ、白湯2つの計5つあります。宿泊者用のお風呂はいずれも1号館の館内にあります。貸切露天風呂は東本陣へ向かう廊下の途中にあります。こちらがね2010年にできた貸し切りの露天風呂ということになります。こちらはこの札がね空いていれば入ることができるということになっています。そして貸し切り露天風呂、もうすごい雰囲気ですよね。白いお湯とね周りの岩の湯船、それから川、そしてさらにこの紅葉と、もう最高ですね。もうほんとここまで来ると硫黄の香りがね漂ってきて、そしてこの白いお湯ですよね。こちらのお風呂が貸し切りで入れるということで、これはとても嬉しいですよね。本当にこの素晴らしい雰囲気の貸し切り露天風呂ということになってます。こちらがね脱衣スペースになってまして、貸し切りですのでね、カゴがね4つだけ用意されてますけども、これで十分なのかなというふうに思いますね。はい、それでは貸し切りの露天風呂入ってみたいと思います。結構ねやっぱ下が見えないのでね気をつけないといけませんけども、いやこれは素晴らしいですね。まずねこの周りの雰囲気ですよね。結構ね少なくとも1人で入るにはもう十分な広さがあって、そしてこの岩でできたお風呂と、この本当にね乳白色の綺麗なお湯、そして硫黄の匂い、もう本当にね温泉好きにはたまらない環境ですよね。そしてさらにこちらにねこんな感じで小川が流れてて、上には黄色い紅葉したもみじがねたくさん見えてます。もう本当素晴らしいですよね。源泉はね今触った感じではそれほど熱くはないんですけども、もちろんね源泉 100% かけ流しということで素晴らしいお湯になっています。この色どうですか。綺麗な白い、ほぼ乳白色という感じのね色ですよね。それでね温度もね比較的ぬるめと言いますか、結構長い時間入れそうなそんな感じのお湯になってます。ただ貸し切りですからあまりね長湯はできないんですけども、それにしてもね貸し切りでこの雰囲気の中で10分でもねゆったり入れれば本当に最高ですよね。続いて宿泊者専用の貸し切り内湯をご紹介します。まずは1号館に入ってすぐにあるこちらの階段を上ります。左が1号館の客室、さらに奥に進むと新本陣があります。貸し切り風呂は新本陣の手前にあります。貸し切り風呂は隣り合って2つあり、どちらも空いていれば入れます。はい、では貸し切り風呂1行っ
ってみたいと思います。まずはこちらの札をね、使用中にします。そしてこちらの鍵をセットします。こちらがね、貸切風呂1の脱衣スペースということになります。貸切風呂ですのでね、カゴは6個、これぐらいあればね、十分かなというふうに思います。そしてこちらの1号館の2階の貸切風呂の源泉名は黒湯ということになってます。一応ね、こちらには洗面もね、用意されてますよね。そしてお風呂ですけども、お風呂はね、こんな感じになっています。全体がね、木造りになっていて、かなりね、湯の花が付着してますよね。そしてこちらには洗い場がしっかりと用意されてて、シャンプー類は人熊笹シャンプーということになってます。お風呂はね、大人2人ぐらいでしょうかね。それぐらいが入れるような、そんな感じの湯船になってます。そしてもちろんね、黒湯の源泉 100% をかけ流しということになってて、こちらね、見えますかね、結構な勢いでお湯がね、かけ流しになってます。お湯は黒湯と言いながらね、こんなに綺麗な乳白色の硫黄泉になってますよね。ほんと素晴らしいお風呂だと思います。そして1号館のね、2階のもう一つの貸切風呂、貸切風呂2ですね。こちらもね、この空という札を使用中にしてね、入ります。脱衣スペースの広さはね、ほぼ1と同じような感じですよね。こちらの洗面もね、ほぼ同様ですよね。そしてこちらが貸切風呂2のお風呂ということになります。やはりね、同様に全体がね、木造りになってて、非常に雰囲気のいいお風呂になってますよね。洗い場もね、一つだけ同様に用意されてまして、シャンプー類も同様の人熊笹シャンプーということになってます。そして湯船はね、やはり大人2人ぐらい、2、3人ぐらいの湯船ということになってて、源泉はこちらから流れてて、結構ね、湯の花がびっしりとくっついてますよね。こちらもね、やはりここからかけ流しのお湯がどんどん流れていってるような、そんな感じのお風呂になってます。宿泊者用の白湯をご紹介します。まずは男湯をご紹介します。こちらがね、男性の白湯というお風呂の脱衣スペースになります。宿泊者用ということもありますけども、比較的狭めですよね。カゴも6個しかないですかね。ドライヤーがあるのはね、こちらの白湯のお風呂だけということなので、持ってきてない方はフロントで借りることもできるみたいですけども、お風呂はね、全体が木造りで比較的狭めのね、お風呂ということになってます。湯船はね、大人 2,3 人程度って感じでしょうかね。それほど大きくなって、そして洗い場がこちらには2つ用意されてますよね。こちらのシャンプーは人熊笹シリーズですね。人熊笹シャンプーとリンスとボディーソープということになってます。やっぱりなんといってもね、このお風呂ですよね。乳白色の硫黄泉で、こちらは白湯という硫黄泉になっています。とてもいい硫黄の匂いがね、してますけども、源泉はね、こちらから流れてて、源泉かけ流し 100% ということになってます。続いて白湯の女湯をご紹介します。脱衣所の広さはほぼ同様ですよね。そしてこちらが白湯の女湯となります。
湯船の広さや全体の雰囲気は男湯と同様になっていました。洗い場も同様に2つ用意されていますね。こちらも源泉は白湯 100% かけ流しです。鶴の湯の日帰り入浴について解説をします。こちらの鶴の湯は日帰り入浴も非常にたくさんのお客さんが来ます。で、日帰り入浴は10時から3時までということになってます。で、ただ結構混みますので、そこはね、覚悟して来てもらう必要があるのかなというふうに思います。逆に日帰り入浴が終わった後のお風呂はね、宿泊者専用になりますから、比較的ね、空いてますね。もう本当に混浴露天風呂なんかも、時間によっては1人で入れるような、そんな感じの時間があったりします。入り口には案内がありました。こちらは鶴の湯のバス。鶴の湯別館山の宿の宿泊者は、鶴の湯の日帰り入浴をいつでも無料で利用できます。こちらの送迎バスは朝7時台から夜8時台まで無料で送迎しています。山の宿については別の動画でご紹介していますので、ぜひ合わせてご覧ください。こちらは乳頭温泉郷の夢ぐりバス、夢ぐり号。日帰り入浴の時間内に乳頭温泉郷の七道を巡回しています。乗車には夢ぐり帳または夢ぐりマップが必要です。夢ぐり帳は1800円で各宿のお風呂に1回ずつ入ることができるというお得なものです。有効期間はなんと1年間。なお、夢ぐりマップのみではお風呂に入ることはできません。こちらは夢ぐり号のバス乗り場。鶴の湯のメインともいえる日帰り入浴も可能な屋外のお風呂をご紹介します。屋外のお風呂は計11種類あり、図の右から中野湯、中野湯露天、滝の湯、中央の混浴露天、白湯、黒湯、女性専用露天風呂となっています。こちらの川は乳頭温泉郷を通して流れる千達川。こちらから女性専用露天風呂、黒湯、白湯があります。さらに右に回ると、この奥には混浴露天風呂、そして奥に中野湯があります。まずは一番奥の中野湯、女湯からご紹介します。こちらが中野湯女湯の脱衣スペースです。男湯に比べるとやや狭い印象でした。こちらは中野湯の女湯、全体が木造りでとても古い印象です。湯船の大きさは 2,3 人ぐらいの大きさに見えました。こちらの源泉は中野湯 pH6.7 の硫黄泉です。さらに外への扉がありました。こちらは中野湯の露天風呂、男性にはないお風呂です。内湯よりもかなり広く岩風呂の素晴らしいお風呂でした。源泉はこちらも中野湯。さらにこちらには打瀬湯の滝の湯があります。女湯から混浴露天風呂には通路があり、見えないように工夫されています。この奥から混浴露天につながっています。続いて男湯の中の湯、滝の湯をご紹介します。こちらが男湯の脱衣スペースです。女湯よりはだいぶ広く見えますよね。
こちらが男湯の中の湯です。床には沈着物がびっしりとついています。源泉はこちらも中の湯 100% かけ流しです。湯船は木造りで大人3人ぐらいの広さですよね。そしてこちらの扉から外に出ることができます。奥に見えるのは打たせ湯の滝の湯。こちらは別源泉になっています。そしてその奥には鶴の湯を象徴するお風呂、混浴露天風呂が見えてきました。この広いお風呂に乳白色の硫黄泉が満たされているその様は感動の一言です。こちらは女性の通り道になっています。女性の方も宿泊であれば空いてきますので、混浴に挑戦してみてはいかがでしょうか。紅葉とのコントラストも見事です。源泉は白湯。冬はややぬるくなりすぎることがあるようです。国内でも珍しい自噴泉でポコポコ湧いているのが見えますよね。続いて白湯、女湯です。脱衣スペースはまずまずの広さがあります。こちらが白湯です。かなり古めの木造りのお風呂で湯花がびっしり沈着しています。4人ぐらい入れそうなちょっと広めのお風呂ですよね。こちらの源泉は白湯。上には裸電球1個だけのひなびた雰囲気です。男湯の白湯と黒湯は同じ入り口で中で分かれています。脱衣スペースはこれぐらいでなかなか広い脱衣スペースになってますよね。やはりね、日帰り客もたくさん来るということで比較的広い脱衣所ということになってますね。でこちらがね、白湯ということになります。こちらのお風呂はね、宇宙ではありますけども、屋外にあるお風呂ということで、日帰り客もね、入れるお風呂になっています。上の方まで全部木でできていて、非常に雰囲気いいですよね。湯船もね、かなり大きくて、大人5、6人は入れそうな広めの湯船になってますよね。この辺にはね、湯花がびっしりと、もう完全に硬くなってますけども、お湯はね、やはり乳白色の硫黄泉ということで、匂いも雰囲気も素晴らしいですよね。源泉はね、こちらから出てますけども、結構な勢いでかけ流しになってまして、こちらからね、源泉が流れてるということになってます。もちろんね、源泉 100% かけ流しのお湯ということになってますね。そしてね、すぐ隣には黒湯があって、こちらから入ることができます。でこちらがね、黒湯のお風呂ということになります。やはり全体がね、木造りになってまして、湯船の大きさは先ほどの白湯よりはね、だいぶ小さい感じで、大人2人ぐらい入ればもう結構いっぱいかなという感じの湯船になってますね。そしてやはりこちらにはかなり湯の花がくっついているという感じで、乳白色のね、とても綺麗な硫黄泉を楽しむことができるというお風呂になっています。女湯の黒湯は白湯とは入り口が別になっています。脱衣スペースもだいぶ狭いですね。こちらが女湯の黒湯。雰囲気や広さは男湯と同様です。奥には扉があり、女性専用の露天風呂へ行くことができます。
最後に女性専用の露天風呂をご紹介します。特に日帰りでは混浴露天に入れない方が多いかもしれませんので、女性にはこちらのお風呂が最もおすすめです。こちらが女性専用露天風呂、大城の湯。木で縁取られた湯船は広く、上は完全に開放されています。こちらの源泉は黒湯。混浴露天よりむしろいいかもしれませんね。こちらは子宝の神、金星様。石の小さな湯船がもう一つありますが、こちらはかなりぬるめのようです。黒湯から来ることもできますし、こちらで着替えることもできます。夕方ね、暗くなってくると、いろりの上にね、こちらの雰囲気のいいランプをね、設置してくれました。これすごいですよね。食事の少し前にスタッフの方が炭を部屋に持ってきてくれます。さらに食事の時間にはスタッフの方がお膳を一つ一つ部屋に運んでくれます。お膳がセッティングされました。いよいよお待ちかねの夕食です。こちらが鶴の湯温泉夕食献立、お品書きですね。イワナの塩焼き、これ楽しみですよね。あとね、実は特別メニューでイワナの刺身もねお願いしてますんで、そちらも後でお見せしますから、ちょっと楽しみですよね。ドリンクメニューです。いっぱい氷入れてくれて嬉しい。本当だ。これすごいね。他の飲み物も入れちゃおう。白ワインがなかったので白ワインということでね。あとはね、こちら人ビールですね。こちらが食事ということになります。もう本当にね、山のもの中心で、これにさらにね、山の芋鍋が来ますから、それも本当に楽しみです。大根あえ。なめこは自生しているものです。おしんこ、小町団子、ぜんまいの煮物。こちらはお膳とは別の食材です。こちらはお蕎麦。こちらは別注のイワナの刺身です。ご飯はもちろん秋田小町、つやつやですよね。そしてこちらが山の芋鍋。これがね、鶴の湯の名物ということで、こちらも後でいただきたいと思います。こちらがイワナの塩焼き。これもね、骨までいただけるということで、妻が喜んでます。かぶりついてもらえますかね。本陣一番に乾杯です。ではいただきます。まずはこのぜんまいいきます。これ美味しい。今回ランタンを何個か持ってきたのは良かったね。ちょっと明るめに食べられる。そしてこのお部屋でワインだよ。もう最高だね。ワインもね、お値段もさ、良心的なね。ちょっとさ、お蕎麦先に食べてあった方がいいんじゃないこれ。これはもったいない。これ美味しそう。いただきます。美味しい。お蕎麦美味しい。
もうお蕎麦だけでもお腹いっぱいになるけど、結構な量だねこのお蕎麦。今回のメインは山の芋鍋なのでいやー最高。まさか本陣1に泊まれるとは思わなかった。ほんとね、なかなかこういう感じのお部屋に泊まれるってことはないからね。なめこいきます。このなめこは絶対にお店で売ってるようななめこではない。これはもうそこらにいっぱいあるんだろうね。山のものだね。ね、本当だ。大きさがさ、結構バラバラで、ね、いかにもこう取ってきましたって感じだよね。美味しい。美味しい。これはね、こういうとこじゃないと味わえないよ。普通のなめこじゃないからね。名物の山の芋鍋、これ最高なんだよね。この芋がね、ふわふわ。本当だ、ふわふわでもちもちしてる。これは完食したいね、全部お鍋ね。もうね、こう真似して作ってみたんだけどできないんだよねこの芋がないとダメ。この芋が、まずはこれつなぎなしでこんなもうお団子になっちゃうんだからすごいよね。でさ、この味噌味もいいんだよね。薄めの味噌味ね、美味しくて、あときのこさ、こんな山の幸がたくさん入ってて、お部屋にいろりがあってね、ゆっくり食べられるなんて。イワナの刺身別注で頼みました。もみじ、これはもうまさしくここの鶴の湯で最高の紅葉だからね、今ね。そこでもう取ってきれいに洗って添えたんじゃないかなって。すごい、イワナの刺身大きい。本当だ、大きいよ。1枚のボリューム満点。すごい弾力。すごい食べ応えがあるけど食べれる。美味しゅうございました。こちらはきのこのホイル焼き。すごい。見せて、どれどれ。きのこと豚肉、下にさつまいもかな。あ、本当だ。美味しいこれ。で、このさ、豚肉も入ってて、この豚肉の旨味とこのきのこの旨味と全部こう味が染みてて美味しい。すごくバター醤油っぽい感じの味かな。レモンも入ってる。さつまいももでかっ。豚肉どうだろう。バラ肉間違いないね。このね、ソースがすごくちょっとこう濃いめな感じで味付けされてるから、すごい全体にこうガッとこう絡めてから食べるとより美味しい。こんな感じがする。イワナ、これはすごいね。イワナ塩焼きね。これはうまそうです。すごいね。イワナ。わあ、お腹も綺麗に取ってるよ。じゃあ背中からいこうか。ふわふわ。なんかイワナに恨まれそうな顔で見られてるでも美味しい。もうね、命を大事にしないといけないから美味しくいただきます。美味しい。頭まで食べれるって言うけど、なんかカリッカリ。すごい。これはいけそうな感じがする。いけそうな感じがするけど、イワナが睨んでるんだよなどうしようどうしようパリッパリ。さあ、小町団子、すごいきのこがたくさん。すごいね。うわ、山の幸たっぷりの小町団子。中身、ご飯なんだ。
小町団子というのはご飯なんだね。もう秋田小町を使って揚げたのかな、これ揚げて、それであんかけを、きのこであんかけを作ってる。すごいびっくり。この何ソースと一緒にこう混ぜて食べてっていう感じなのかな。そして中にお肉が1個コロンと入ってる。炊き込みご飯だね、このご飯。これは驚き。一緒に。美味しい。山の幸って大事だよね。都会にいる人なんかは山のものなんて食べれないからね。やっぱりご飯とはいぶりがっこだよね。いぶりがっこね。美味しい。大根がいろいろある。これはカブかな。カブだね。カブの甘酢漬けみたいな感じ。マシュマロを焼いてます。マシュマロ焼き。持参したマシュマロね、棒の先につけて炭火で焼いてます。ちょっとマシュマロをね焼いてみました。もっととろみたいな。すごいすごい。すごい。ふわふわふわとろーって感じ。美味しいね。デザートだ。いやもう本当にね、山の芋鍋とイワナの塩焼き最高でした。食事の後ね、こんな感じで布団を敷いてくれました。布団はね、自分で敷くのかなと思ってましたけども、敷いてくれましたね。これは嬉しいですよね。そしてね、ただ布団の厚さはね、まあこれぐらいの厚さの布団1枚だけですので、若干下のね、畳の硬さが出てくるかもしれません。ちょっと硬めかもしれませんね。こちらのね、いろりの日はね、ちょうどね、おそらく寝る時間のあたりで消えるぐらいの量を持ってきてもらったんだと思いますけども、もう今だいぶ消えてきてて、基本的にはこのまま放っておいて、朝になれば完全に消えてるというような感じになってると思います。朝のお部屋の前からの景色です。結構ね、寒いので温泉のね、湯気がいい感じで上がってますよね。背景の紅葉も最高ですね。温泉はね、24時間やってますので、もう朝からね、結構人がたくさん歩いてますね。朝の混浴露天風呂です。湯煙がいい感じですよね。では今から朝食を食べに行ってきます。朝食は7時から8時半でフリータイム制になっています。朝食は本陣の6番か7番でということで、6番から入ります。いろりですいません。ありがとうございます。
すごいね。こちらが朝食会場、本陣6番です。こちらは本陣7番です。こちらが朝食です。すごいですね。山のもの。特にやっぱりこのね、きのこ汁、これが美味しそう。こちらは切り干し大根の煮物、ナスとししとうの煮浸し、とろろ芋、甘露煮はなんとニジマスでした。漬物と梅干し、こちらは自家製の豆腐、ご飯はもちろん秋田小町。切り干し大根シャキ焼きしてほしい。なんか一つ一つがさ、丁寧ですよ。ほら、ニジマスの甘露煮、なんかもう完全に言いなりになってる感じの言いなりになって頭から美味しい、柔らかい。なめこの味噌汁だけど天然物だそうです。おっきいなめこ、あったまるね。味噌汁もあったまる。ナスの煮浸しかな、揚げ出しかな。わあ、その色がもう染み込んでる。ナスも美味しい。予想通り味が染み込んでて美味しい。梅干しもね、この自家製なんじゃない？梅干しも。美味しいよ。しょっぱいっていうか、塩加減がちょうどいい。酸っぱすぎず甘すぎずって感じ。とろろです。もうね、醤油ちょっとでいい。垂らすの。滑らかですね。ただの長芋じゃないんじゃない？美味しい。もともとさ、味付けしてあるんだよね。豆腐です。湯豆腐なのかな。周りになんか白い豆乳みたいなのが広がってる。あともみじおろしとね、豆腐も自家製だったりして、このもみじおろしも美味しそうだね。なんかほんのり生温かいって感じの、何でも美味しいね。美味しくないわけはないんだけどさ、美味しい。朝食も山の幸尽くしを堪能しましたよ。こちらがね、さっき買ってきた鶴の湯ジャージーアイスいただきたいと思います。ちょっと硬い。最初は綺麗な白のバニラアイスですね。バニラなんだけど少しねシャリッとした感じがねしますね。あとはね、結構ミルクが入ってるようなそんな感じの味です。翌朝は月曜日で露天風呂の清掃日に当たっていました。下からポコポコ自噴しているのがよくわかりますよね。露天風呂清掃は月曜日の8時から16時です。日帰りの場合は露天風呂に入れませんのでご注意ください。鶴の湯、こっちは景色だ。チェックアウトです。宿泊費は大人2人、子供1人で33,880円でした。支払いにはクレジットカードやスマホ決済が利用できます。最後に人を守る会のスタンプをいただきました。鶴の湯いかがでしたか？乳白色のお風呂、
紅葉の絶景、本陣のお部屋、山の幸の食事など、まさに人を味わえる最高の宿泊でした。これからもいろいろな宿をご紹介してまいりますので、チャンネル登録の上引き続きご覧ください。